アニポケは誰が企画したのか、誰が作っているのか、最初の一匹はなぜ御三家ではなくピカチュウなのか。この動画ではアニメポケットモンスターがどうやって生まれ、どのような人物と関わりながら今まで続いてきたのか、その裏側を時系列に沿って振り返っていきます。最後までご覧いただければアニポケがたまたまヒットしたゲームのアニメ化ではなく、何人もの人間の執念と偶然が重なった奇跡だということがわかるはずです。それでは行きましょう。物語の始まりは1995年の秋、東京小学館のビルの一室、月刊コロコロコミック編集部に一人の男が訪ねてきました。株式会社クリーチャーズの代表、石原恒和。手にはまだ発売前のゲームボーイ用ソフトの企画資料が握られています。タイトルはポケットモンスター赤、緑。対応したのはコロコロコミック副編集長の久保正和でした。1959年生まれ、当時36歳。自動誌の編集者としてすでに数々のメディアミックスに関わってきた人物です。久保は後にこう振り返っています。当初はイラストが中性的なので、読者の 95% が男の子のコロコロでは、インパクトが弱いかなという印象がありました。でも反対に誰もが好きになれるイメージが強かった。この言葉が示しているのは、久保がこの瞬間、ポケモンを男の子向けのゲームとしてではなく、性別も年齢も超えるコンテンツとして見ていたということです。しかしこの時点ではまだ面白いゲームがあるという紹介に過ぎませんでした。歯車が大きく動き出すのはここからわずか数ヶ月後のことです。1996年2月27日、ポケットモンスター赤、緑がゲームボーイ向けに発売されます。当初の売れ行きは決して爆発的ではありませんでした。しかし口コミでじわじわと人気が広がっていく中、コロコロコミック編集部はある仕掛けを打ちます。それが幻のポケモン、ミュウのプレゼント企画でした。1996年4月、コロコロ市場でミュウの抽選プレゼントが告知されます。当選枠はわずか20名。ところが応募総数は7万8000通に達したのです。さらにこの年の末、コロコロ市場限定でポケモン青バージョンの通販が始まりますが、受注が30万本を超え、発送システムが1週間で崩壊。最終的に約60万本を販売するという異常事態になりました。久保正和はこの熱狂を間近で見ていました。そして確信します。女の子のファンを獲得するにはテレビアニメ化が不可欠だと。1996年8月から9月にかけて、久保正和は京都任天堂本社に何度も足を運びます。目的はただ一つ、ポケモンのテレビアニメ化を認めてもらうことです。しかし任天堂の経営陣は難色を示しました。当時ゲーム原作のアニメ化は失敗の連続でした。ドラゴンクエストもファイナルファンタジーもアニメ化して大きな成功を収めたとは言い難い状況だったのです。後にアニメプロデューサーとして参加する吉川長治は、その理由をこう分析しています。ゲーム制作者のアニメ理解度が低く、アニメ制作者も下請け姿勢だったため、つまりゲームとアニメの間には深い溝があった。ゲーム側はアニメなんて反則でしょ、と軽視し、アニメ側は言われた通り作ればいい、と受け身だった。その結果、どちらの良さも活かせないまま中途半端な作品が量産されていたのです。久保はこの構造そのものを壊すつもりでした。そして交渉の切り札として久保はある破格の条件を提示します。ゲームストーリーを原作にするならアニメの原作権もいりません。アニメ化を提案する側が原作権、つまり最も大きな利益の源泉を放棄する。異例中の異例の提案でした。しかしこれが決定打になります。ポケモン担当の川口隆と石原恒和の後押しもあり、
任天堂はついにアニメ化を了承したのです。アニメ化が決まった。しかし、久保正和にはもう一つ壊さなければならない壁がありました。それは日本のテレビアニメのビジネス構造そのものです。当時のテレビアニメは、はじめに放送枠ありきの広告代理店主導型が主流でした。まず広告代理店がスポンサーと放送枠を抑え、その枠に合わせてアニメを制作する。番組が1クール13話、2クール26話で打ち切られることは日常茶飯事で、制作者が本当に作りたいものを作れる環境ではなかったのです。久保はこれを根本から変えます。はじめに番組内容ありき、この新しい制作者主導型のシステムをゼロから設計したのです。この新システムを実現するために久保が選んだのは、小学館の子会社、小学館プロダクション。現在の小学館集英社プロダクションでした。小プロが制作幹事を担い、放送開始までに約2億円弱を前払いする。さらに放送開始後も、テレビ東京が支払う制作費と実際の制作費の差額を小プロが補填し続けるという極めてリスクの高い構造でした。つまり、もしポケモンアニメがこけたら、小プロは巨額の負債を抱えることになる。それでも久保はこの賭けに出たのです。もう一つ、久保が設計した革新的な仕組みがあります。ポケモンアニメの原作権を、任天堂、クリーチャーズ、ゲームフリーク、テレビ東京、小学館プロダクション、JR 東日本企画の6社で共有する体制です。複数の会社が権利とリスクを分散して保有する、いわば現在の制作委員会方式に近い構造です。一社が全てのリスクを背負うのではなく、権利と責任を分散させることで長く続けられる構造を作った。この体制がポケモンの長期的なメディアミックス展開を可能にしたのです。こうしてビジネスの骨格が出来上がりました。次に必要なのは魂を吹き込む人間たちです。アニメの企画が動き出す中、久保正和はまず一人のプロデューサーを指名します。吉川長治です。吉川は先述の通り、過去のゲーム原作アニメがなぜ失敗したかを痛いほど知っていた人物でした。そして彼はポケモンアニメで一つの鉄則を打ち立てます。ゲームとアニメの世界観の一体化を徹底すること。ゲームのポケモンとアニメのポケモンが別物に見えてはいけない。ゲームのルールを尊重しつつアニメとしてのドラマを作る。この方針が過去の失敗を繰り返さないための生命線でした。そしてここでもう一つの重要な決定がなされます。原作者田尻聡がアニメスタッフに出したたった一つの注文です。とにかくゲームをやってください。ゲームをやってポケットモンスターを理解した上でアニメを作ってほしい。久保はこの言葉を厳格に受け止め、制作チーム全員にゲームクリアを義務付けてから制作を開始させました。まずゲームを体験せよ。これがアニポケの出発点となったのです。総監督に選ばれたのは湯山邦彦。1952年、東京都練馬区出身のアニメーション演出家です。1978年に銀河鉄道999で演出デビューし、1982年の魔法のプリンセスミンキーモモで一躍有名になった人物。この名前は後に出てくるもう一人の男と深く結びつくことになります。湯山が作品に持ち込んだのは旅のリアリティでした。アニメ制作において徹底的なロケハンを重視し、世界各地の自然や街並みをポケモンの世界に反映させた。関東地方のどこか懐かしい日本の風景、オレンジ諸島の南国情緒、そして後に登場する海外モチーフの地方。湯山が捉えた世界の広さが視聴者にサトシと一緒に旅をしているという感覚を与え続けました。そして湯山はポケモンアニメの第1話から総監督を務め、
劇場版20作品のすべてを手掛けることになります。アニポケの映像上の父と呼ぶべき存在です。あの有名な言葉、サトシは永遠の10歳と公式に語ったのも湯山監督でした。そしてアニポケの物語の骨格を作った人物、シリーズ構成脚本の須藤健です。須藤健、1949年福岡県生まれ。父は福岡県副知事を務めた須藤健。エリート家庭に生まれながらその人生は波乱万丈そのものでした。大学受験に失敗した須藤は妹が買ってきた雑誌シナリオに触発され、シナリオ研究所に入学します。19歳で時代劇大江戸捜査網の脚本でデビューという早熟ぶりでしたが、自分の書いたものが納得のいかない形で修正されることに嫌気がさし、一度引退。セールスマンをしながらヨーロッパを放浪するというおよそ脚本家らしくない日々を送ります。帰国後、アニメ脚本家として復帰した須藤は、ある監督と出会います。湯山邦彦。二人は戦国魔人豪将軍、魔法のプリンセスミンキーモモでタッグを組み、いずれも代表作となりました。子供向けの枠に収まらない哲学的で深みのある物語。それが須藤と湯山のコンビの持ち味だったのです。ポケモンアニメでこの二人が再びタッグを組んだ。これは偶然ではありません。久保正和がただのゲームのアニメ化を超えた作品を目指していたからこそ、この組み合わせが実現したのです。須藤がアニポケに持ち込んだのは、子供向けアニメの枠に収まらない自己存在の問いでした。彼はポケモンを単なる便利な道具やペットとして描くことを嫌いました。ポケモンという言葉を持たない他者といかにして心を通わせ共生していくか、須藤はその一点にこだわり続けたのです。第1話でサトシとピカチュウが反目し、落雷の中で絆を結ぶ描写。あの名シーンは須藤の他者理解の困難さと尊さという哲学が凝縮されたものでした。須藤は無印のシリーズ構成として第157話までを担当し、劇場版の第1作から第3作までの脚本も書き上げています。ロケット団の名乗り工場。なんだかんだと聞かれたら、サトシやピカチュウのキャラクター性、ミュウツーの設定、アニポケの骨格のほとんどは、この一人の脚本家の手によるものでした。プロデューサーの吉川長治は世界観の一体化だけではなく、もう一つの重要な貢献をしています。それはロケット団の武蔵、小次郎、ニャースという3人組のキャラクター造形です。吉川はこのトリオが往年の名作、タイムボカンシリーズの悪役、ドロンジョ、ボヤッキー、トンズラーに強く影響を受けていることを公言しています。毎回登場しては主人公の邪魔をし、毎回退場する。しかし決して嫌われない。むしろ愛される悪役。タイムボカンの3悪が持っていたこの愛されるヴィランの構造をポケモンに持ち込んだのです。ロケット団の工場、なんだかんだと聞かれたら、が25年以上も視聴者に愛され続けたのは、この設計思想があったからこそでした。こうして企画、ビジネス、演出、脚本、キャラクター、すべてのピースが揃いました。1997年4月1日、ついにポケモンアニメの第1話が放送されます。1997年4月1日、火曜18時30分、テレビ東京系列でアニメポケットモンスターの放送が始まりました。しかしその前に制作陣は一つの大きな決断を下していました。主人公サトシの相棒に誰を選ぶか。ゲームの最初の3匹、人影、不思議種、ゼニガメのいずれかを選ぶのが自然に思えますが、制作陣はあえてそうしませんでした。理由は明確です。女の子にもターゲットを広げたい。当初はピッピが候補に上がっていました。
しかし最終的に選ばれたのはピカチュウでした。なぜか。第一に黄色というカラー。これは性別を選ばない色です。赤でもなく青でもない。男の子にも女の子にも自然に受け入れられる。第2にシルエットのわかりやすさ。遠くからでもピカチュウだとわかるフォルム。これはキャラクタービジネスにおいて極めて重要な要素です。第3にかっこいいとかわいいの中間に位置するデザイン。どちらかに振り切れていないからこそ幅広い層に受け入れられる。そしてもう一つ、放送開始後に起きたある出来事がピカチュウの運命を決定づけました。当初の設定ではピカチュウはニャースのように人間の言葉を話す予定でした。しかし声優の大谷育恵がアフレコで見せたパフォーマンスが全てを変えます。大谷はピカチュウの鳴き声のトーンだけで喜怒哀楽を完璧に演じ分けたのです。嬉しい時のピカー、怒った時のピカ、悲しい時のピカー。たった一つの名前の響きだけで感情のすべてが伝わってくる。制作陣は即座に判断しました。言葉は不要だと。この決断は結果的にピカチュウを世界的マスコットにした最大の要因となりました。なぜならピカチュウという鳴き声は翻訳する必要がないからです。英語圏でもフランスでもブラジルでも、ピカチュウはピカチュウのまま、言語の壁を完全に超えた世界初のアニメキャラクターが誕生した瞬間でした。放送が始まると視聴率は右肩上がりに上昇していきます。初回視聴率は約 10.2%。決して低い数字ではありませんが、まだ社会現象と呼ぶには早い段階でした。しかし5月 12% 台、6月 14% 台、9月 15% 台、そして11月11日放送の第33話、炎のポケモン大レースで番組最高視聴率 18.6% を記録します。ゲームの売り上げもアニメの放送開始と連動して加速していました。コロコロコミックでの連載、アニメに合わせたカードゲームの発売、関連グッズの展開、久保正和が設計したメディアミックスの歯車が完璧に噛み合い始めたのです。ポケモンカードに至っては、イトーヨーカドー全体の売上ランキングで卵、牛乳、野菜と並んで第9位にランクインするという信じがたい記録も残っています。スーパーマーケットの売上トップ10に食料品と並んでカードゲームが入る。それほどの異常な熱狂が日本中を覆っていました。すべてが順風満帆。このままいけばポケモンは日本を代表するコンテンツになる。誰もがそう確信したその矢先、アニポケ史上最大の危機が訪れます。1997年12月16日火曜日。この日、テレビ東京系列で放送された第38話電脳戦士ポリゴンは、日本のテレビ放送史を永遠に変えることになります。エピソードの物語自体は、サトシたちがコンピューターの電脳世界に入り込むという内容でした。問題はクライマックスシーンの演出にありました。ピカチュウの10万ボルトでミサイルを撃ち落とすシーン。この爆発を表現するために、赤と青の激しい光が高速で明滅する演出、いわゆるパカパカが使用されたのです。結果は壊滅的でした。全国の視聴者約700人が病院に搬送され、うち135人が入院。光過敏性発作と呼ばれる症状でした。子供たちが画面の前で倒れた。泡を吹いた。痙攣した。全国の家庭でパニックが起きたのです。翌日この事件は全国紙の一面を飾り、国会でも議論されました。当時の首相までがコメントを出す事態に発展し、ポケモンショックという言葉が日本中を駆け巡りました。テレビ東京は即座に放送を休止します。レンタルビデオの回収、関連商品の販売自粛、
メディアは一斉にアニメの暴力性や視覚効果を批判しました。一時はシリーズ終了すら現実的に語られていたのです。ここで注目すべきはこの事件の犯人として認識されてしまったポケモンの存在です。ポリゴン。事件の原因はピカチュウの技の演出であり、ポリゴン自体は全く無関係でした。しかし、ポリゴンの回で起きた事件という印象だけが定着してしまい、ポリゴンとその進化系は以降一度もアニメに登場していません。これはテレビ史上最も有名な冤罪の一つと言えるでしょう。放送休止期間中、テレビ東京には全国のファンから放送再開を求める声が殺到しました。制作陣は原因究明と再発防止策を徹底し、約4ヶ月。正確には16週の空白期間を経て、1998年4月16日、ポケモンアニメは放送を再開します。放送枠は火曜18時半から木曜19時に変更。そしてこの時、日本のテレビ史に残るあるものが生まれました。テレビを見るときは部屋を明るくして離れてみてね。このテロップです。現在、日本のアニメを見るときに必ず表示されるこの注意文。これはポケモンショックをきっかけに策定されたガイドラインに基づいています。映像の明滅に関する厳格な規制、いわゆるパカパカの禁止。ポケモンショックは日本アニメ制作の安全基準を根本から変えたのです。ポケモンショックの影響はテレビシリーズだけにとどまりませんでした。実は1998年夏に公開予定だった劇場版ミュウツーの逆襲には、テレビアニメで映画とリンクした内容を放送し、ミュウツーを事前に紹介するという計画がありました。しかしポケモンショックによる放送休止で、この計画は完全に頓挫します。映画はポケモンが子供を病院送りにしたというネガティブなイメージが色濃く残る中での公開を余儀なくされたのです。普通ならこの状況で大ヒットは見込めない。制作陣の誰もが不安を抱えていたはずです。しかしここで一人の脚本家が書いた物語が全てを覆すことになります。1998年7月18日、劇場版ポケットモンスター第1作、ミュウツーの逆襲が公開されます。制作費3億5000万円。ポケモンショックの記憶がまだ生々しい中での勝負でした。結果、国内興行収入 72.4 億円。観客動員650万人。1998年のアニメ映画ナンバーワンの成績を叩き出したのです。この映画の脚本を書いたのは手動武史でした。手動がこの映画に込めたのは、子供向けアニメとしては異例に重たいテーマでした。クローン技術の倫理問題、差別問題、自分は何者なのかという存在の問い。ミュウツーはミュウの遺伝子から人工的に作られたクローンポケモンです。自分がコピーであることに苦悩し、オリジナルへの怒りを爆発させる。そしてコピーとオリジナルの戦い。同じ姿のポケモン同士が殴り合う救いのない光景が展開されます。その戦いを止めたのがサトシでした。二つの軍勢の間に飛び込み石化してしまうサトシ。それを見たポケモンたちの涙がサトシを蘇らせる。手動はこのラストについて後に複雑な思いを吐露しています。彼が本来描きたかったのは、もっとビターで哲学的な結末でした。しかし子供向けの映画である以上、涙で蘇るという奇跡は必要だった。理想と商業の狭間で、手動は戦い続けたのです。それでもこの映画はポケモン映画の中でも随一の社会派作品として今なお語り継がれています。後のシリーズでは勇気や友情など子供にわかりやすいテーマが中心になっていくだけに、ミュウツーの逆襲の異質さは際立っています。ミュウツーの逆襲の衝撃は日本国内にとどまりませんでした。翌1999年、
アメリカでポケモンザ・ファーストムービーとして約3000巻で公開。興行収入は8500万ドルを突破し、日本映画として初の全米瞬間興行ランキング初登場1位を達成したのです。この記録は長年破られることがありませんでした。アニメ映画、しかもテレビシリーズの劇場版がハリウッド映画がひしめく全米ランキングで頂点に立つ。それも半年前に子供を病院送りにしたという烙印を押されたシリーズが、ポケモンショックからわずか1年半、アニポケは最大の危機を最大の勝利に変えたのです。ここで少し視点を変えて、アニポケの裏方について語らせてください。28年以上にわたってアニポケの制作を一貫して担っている会社があります。株式会社 OLM。正式名称はオリエンタルライツ&マジック。東洋の光と魔法です。このスタジオがなぜポケモンの制作に選ばれ、なぜ28年間も続けられているのか、そこには日本のアニメ業界では珍しいある仕組みがありました。OLM は1994年6月に設立されました。OB 企画、スタジオギャロップ、スタジオジャイアンツ、アニメ R の4社に所属していた演出家、アニメーターが共同独立して成立した会社です。つまり既存のスタジオの一番腕のいい人たちが集まって作った、いわばオールスターチームのような会社だったのです。OLM が他のアニメ会社と一線を画していたのは、プロデューサー単位のチーム制を導入していた点です。通常のアニメ制作会社では一つのラインで一つの作品を作ります。しかし OLM ではプロデューサーごとに独立したチームを持ち、それぞれが別の作品やシリーズを並行して手掛けることができた。ポケモンは当初チーム太田が担当しました。その後チーム井口、そして現在のチーム久米村へと引き継がれています。このチーム制がなぜ重要なのか。毎週の放送という過酷なスケジュールの中で一定以上のクオリティを維持するためです。各チームが独自のノウハウを蓄積し、技術を競い合うことでポケモンのアクション描写はシリーズを追うごとに洗練されていきました。久保正和が描いたビジネスの設計図、手動や湯山が吹き込んだ魂、そして OLM のチーム制による安定した制作体制、この3本の柱がアニポケを長く続けられる作品にしたのです。著書ポケモンストーリーでも OLM の制作システムがポケモン関係者から高く評価されたことが決め手だったと記されています。さらに特筆すべきは OLM が日本のアニメ業界におけるデジタル化の先駆者でもあることです。2021年にクラウド型プロジェクト管理ツールセーブポイントフォアアニメを導入し、2022年3月までに全社員のフルデジタル化を目標に掲げました。作画から撮影までの全工程をデジタル環境へ移行させるという業界の中でも先進的な取り組みです。アニポケが2002年8月にデジタルアニメーション制作に移行し、2009年4月にハイビジョン化したのも、この OLM の技術革新があってこそのことでした。話を時系列に戻します。2002年11月、ゲームボーイアドバンスの新作に合わせアニポケは新シリーズアドバンスジェネレーションを開始します。アドバンスジェネレーション。この名前はゲームボーイアドバンスのアドバンスと新しい世代、ジェネレーションを掛け合わせたものです。そしてこのシリーズからアニポケに重要な構造的変化が起きます。ヒロイン交代制の確立です。無印シリーズでサトシと旅を共にしたカスミはアニポケ初代のヒロインでした。おてんばで気が強くサトシと衝突しながらも絆を深めていく。彼女はアニポケの旅の原風景を作ったキャラクターです。しかしアドバンスジェネレーションではカスミに代わって新ヒロイン、
はるかが登場します。この交代こそがアニポケにシリーズごとにヒロインが入れ替わるというフォーマットを定着させました。はるか、ひかり、アイリス、セレナ。以降新シリーズの度に新たなヒロインがサトシの旅に加わるようになります。そしてはるかにはかすみとは異なる明確な自分自身の目標が与えられました。それがポケモンコンテスト。バトルの強さではなく、ポケモンの美しさや技の見せ方を競う大会です。これはアニポケにとって画期的な要素でした。ポケモンイコールバトルという固定観念を覆し、ポケモンの魅力には強さ以外の軸があることを提示したのです。ヒロインが独自の目標を持ち、サトシの添え物ではなく対等な主人公として物語を牽引する。この構造は女性視聴者の獲得に大きく貢献しました。久保正和が最初に語った女の子にも広げたいというビジョンがアドバンスジェネレーションでようやく仕組みとして完成したのです。この時期メディアミックスの守護者として機能し続けたのが石原恒和です。石原はポケモンを閉じられていない商品と定義し、その世界観があらゆるメディアで一貫性を保つよう監視し続けました。毎週の版権会議では400品目を超えるライセンス申請を一つ一つ審査し、ポケモン関連商品の品質を守り続けたのです。おもちゃ、文房具、食品パッケージ、ゲーム、アニメ、すべてのポケモン関連商品が一定の品質とブランドイメージを維持する。この見えない品質管理がポケモンを安っぽいキャラクター商品に堕落することを防いでいたのです。2006年9月、シリーズはダイヤモンドパールに移行します。ゲーム名をそのままタイトルにしたこのシリーズがファンの間で歴代屈指の傑作と称される理由は一人のライバルキャラクターにあります。シンジ。シンジはサトシとは真逆のポケモン哲学を持つトレーナーでした。サトシが仲間との絆を何より大切にするのに対し、シンジは結果だけを求める。強くなれないポケモンは容赦なく手放し、効率を最優先する。二人の対立は単なるバトルの勝ち負けではなく、ポケモンとどう向き合うかという価値観の衝突として描かれました。この長期にわたるライバル関係は、手動武史がシリーズ構成を離れた後のアニポケが、新たなドラマの軸を見つけた瞬間でもありました。アニポケは冒険活劇から価値観の相違を乗り越える人間ドラマとしての深みを獲得していったのです。2010年9月、アニポケは新シリーズベストウィッシュを開始します。タイトルはゲームブラックホワイトの BW と幸運を祈るベストウィッシュをかけたもの。制作陣が込めた願いとは裏腹に、このシリーズはファンの間で大きな議論を呼ぶことになります。ベストウィッシュシリーズが掲げた方針は原点回帰でした。ダイヤモンドパールまでの蓄積をリセットし、サトシを初心者のように書き直す。新しい地方一種で新しいポケモンだけを登場させ、ゼロからの物語を描く。しかしこの方針はファンの大きな反発を招きます。なぜか。ダイヤモンドパール編でシンジとの激闘を経て、サトシは精神的にも実力的にも大きく成長していました。それが突然初心者に戻ったように見える描写。ベストウィッシュの初期でサトシが格下の相手に苦戦する展開や、基本的なバトル知識を忘れたかのような描写に、長年のファンは困惑したのです。これがいわゆるサトシリセット問題です。新規の子供たちにとっては問題ないかもしれません。しかしダイヤモンドパールまでの成長を見守ってきたファンにとっては、あの苦労は何だったのかという裏切りに近い感覚でした。2013年10月、テレビ東京開局50周年記念作品として、アニポケの新シリーズ XY が開始されます。ゲーム名をそのままタイトルにしたこのシリーズは、
フランスをモデルにしたカロス地方を舞台に、アニポケの最高到達点と呼ばれる作品を生み出しました。XY シリーズで最も語られるのは、その圧倒的なバトルシーンです。3DCG を背景に多用したダイナミックなカメラワーク、ポケモンが繰り出す技の一つ一つに、かつてないほどの動きとエフェクトが注ぎ込まれました。ファンはこれを神作画と呼びました。ベストウィッシュでリセットされたかのように見えたサトシは、XY で完全に復活します。経験に裏打ちされた的確な判断、仲間との信頼、そして何より月光河との絆。XY シリーズ最大の発明とも言えるのが、サトシ月光河です。月光河がサトシとの絆の力で独自の姿に変身する、いわゆる絆現象。これはゲームには存在しないアニメ独自の設定でしたが、あまりの人気にアニメ発祥のこの設定がゲーム側にも正式に採用されるいわゆる逆輸入が起きたのです。アニメがゲームを変えた。これは手動武史や久保正和が目指したゲームとアニメの世界観の一体化がここに来て逆方向にも作用し始めたことを意味します。もはやアニメはゲームの反則ではなく、ゲームと対等に影響し合う存在になったのです。ちなみにアニメの影響でゲーム側に起きた変化はこれだけではありません。ピカチュウの鳴き声がゲーム XY 以降、電子音から大谷育恵のボイスに変更されたのもアニメからの逆輸入でした。あのピカーがゲームの世界にも響くようになったのです。2016年11月、アニポケは再び大胆な舵を切ります。新シリーズサン&ムーンは XY の神作画路線から180度転換し、コミカルなキャラクターデザインと学園コメディ路線を打ち出したのです。サン&ムーンの最初のビジュアルが公開された時、ファンの間には動揺が広がりました。XY で緻密に描かれていたサトシの顔が、サン&ムーンではシンプルなタッチに変わり、表情がコミカルに、動きがデフォルメされていたのです。これがサトシ？作画崩壊じゃないか。SNS にはそんな声が溢れました。しかしこの変更には明確な意図がありました。キャラクターデザインをシンプルにすることでより流動的なアニメーションが可能になる。コミカルな表情変化、ダイナミックな体の動き、XY とは違うアプローチでアニメーションとしての面白さを追求したのです。そしてもう一つ、サン&ムーンの舞台であるアローラ地方はハワイをモデルにした暖かく開放的な土地でした。従来のジム巡りではなく、学校に通いながらポケモンと暮らすという日常系の物語は、冒険ではなく生活の中にポケモンがいる世界を描きました。サン&ムーンシリーズの終盤、ついにその瞬間が訪れます。2019年9月15日放送。サトシがアローラリーグで優勝し、22年越しのリーグ初制覇を達成したのです。1997年の放送開始以来、サトシは幾度となくリーグに挑戦し、その度に敗れてきました。特に新王リーグでは伝説のポケモンを使うトレーナーに敗北するという理不尽な負け方がファンの大きな議論を呼びました。カロスリーグでは決勝まで進みながらも惜敗。サトシは永遠にリーグ優勝できないのか。それがファンの間の半ば諦めにも似た共通認識でした。だからこそアローラリーグ優勝の瞬間は世界中のファンを揺るがしました。サトシ優勝がツイッターのワールドトレンドに入り、日本のヤフーニュースにもトップ記事として扱われたのです。アニメキャラクターのリーグ優勝が社会的なニュースになる。それ自体がアニポケという作品の特異性を物語っています。2019年11月、アニポケは異例の構成を持つ新シリーズを開始します。その名もポケットモンスター。無印と同じタイトル、通称新無印。
このシリーズにはそれまでのアニポケにはなかった2つの特徴がありました。特徴1、すべての地方を巡る。新無印の舞台は特定の一つの地方ではありません。関東からガラルまで、これまでサトシが旅してきた全地方に加え、新たなガラル地方も含めた総決算の旅でした。これは明らかにサトシの物語を終わらせるための準備でした。特徴2、ダブル主人公性、ゴーの登場。もう一つの特徴は、サトシに加えてゴーという新主人公を立てたダブル体制です。ゴーの目標はすべてのポケモンをゲットすること。サトシのポケモンマスターになるという目標とは異なるアプローチで、ポケモンの世界を探求するキャラクターでした。このダブル主人公性には制作陣の意図が透けて見えます。視聴者がサトシ以外の主人公になれるための段階的な移行期間、つまりサトシの退場を見据えた布石だったのです。新無印シリーズの最大のクライマックスはワールドチャンピオンシップスでした。世界中のトレーナーがランキングで競い合い、頂点を目指す大会。サトシはランク戦を勝ち上がり、ついに世界最強のトレーナー、ダンデとの決戦に挑みます。2022年11月11日、サトシはダンデを破り、世界チャンピオンになりました。22年越しのリーグ初優勝からさらに3年。今度は世界一です。アローラリーグ優勝の時以上に世界中の SNS が沸き返りました。サトシ世界王者がトレンドを席巻し、ニュースサイトやテレビの情報番組でも取り上げられたのです。25年間、一度も年を取らない10歳の少年が世界一になった。この出来事はアニポケの歴史における最大のカタルシスであると同時に、ある事実を明確にしました。サトシの物語はもうこれ以上上がない。頂点に達した以上、彼の旅は終わりを迎えなければならない。2023年1月、アニポケ最終章目指せポケモンマスター編が始まります。全11話の短期シリーズ。タイトルは初代オープニングテーマ、目指せポケモンマスターから。サトシの旅の始まりに使われた楽曲が終わりの章のタイトルになる。この円環構造に制作陣の覚悟が現れていました。最終章ではサトシがかつての仲間たちと再会し、過去の冒険を振り返る構成が取られました。たけし、かすみ、ひかり、かつてサトシと旅をした仲間たちが次々と登場し、それぞれの今が描かれます。サトシが彼らと過ごした期間は、たとえサトシ自身が年を取らなくても、確かにそこにあったのだと。そして最終回、サトシは旅を続けるために再び一人で歩き出します。ここで思い出されるのは、手動たけしが温めていた最終回の構想です。手動は老いたサトシが冒険を回想するというビターな結末を考えていました。実際に採用された最終回は、手動の構想とは異なります。サトシは老いることなく感傷に浸ることもなく、ただ前を歩いて動き出す。しかしそこには手動が大切にしていた旅の尊さというテーマが確かに息づいていたのではないでしょうか。2023年3月24日、サトシとピカチュウの物語は26年間、通算1240話で完結しました。2023年4月14日、サトシの物語が完結してからわずか3週間後、アニポケは新シリーズを開始します。主人公はリコとロイ。アニポケ28年の歴史で、初めてサトシ以外の人物が主人公を務めるシリーズの幕開けでした。サトシという完璧なアイコンを交代させることは、制作陣にとって大きな賭けでした。26年間、サトシはアニポケの顔であり続けた。世代を超えて愛されてきたキャラクター。しかし、サトシが世界王者という頂点に達した以上、
彼の物語は完結を迎える必要がありました。新シリーズが選んだのはサトシとは対照的なキャラクターです。リコはサトシのような最初から強い意志を持つ少年ではありません。悩みながら自分の居場所を探す少女。現代の子供たちが共感しやすい等身大の主人公です。一方のロイは冒険への純粋な情熱を持つ少年。サトシの熱さを受け継ぎつつも、リコとは異なるアプローチで世界と向き合います。二人の主人公を立てることで多様な視聴者の共感を拾う。これもまた久保正和が最初に示した誰もが好きになれるというビジョンの延長線上にあるのかもしれません。新シリーズの冒険スタイルもこれまでとは一線を画しています。サトシの時代のような各地のジムを巡ってバッジを集めるというフォーマットではなく、飛行船ブレイブアサギ号で各地を飛び回るライジングボルテッカーズというチームの物語。イニシエのモンスターボールやペンダントの謎といったファンタジー要素の強い物語構成が特徴で、従来のアニポケにはなかったミステリーとしての側面も持っています。これは新しい世代の視聴者に向けた明確なメッセージです。アニポケはサトシの物語だけではない。ポケモンの世界にはまだ語られていない冒険がいくらでもあると。リコとロイ編から導入されたもう一つの変化がシーズンごとの副題性です。これまでのアニポケは一つのタイトルで数年間放送を続ける形式でしたが、新シリーズではシーズンごとに区切りと副題が設けられました。2025年10月31日からはライジングアゲイン編が放送中でシーズン6に突入しています。このフォーマット変更は配信時代の視聴習慣に合わせたものと考えられます。何百話もの連続エピソードではなく、シーズン単位で入り口を作ることで新規視聴者が入りやすい構造を実現したのです。この動画の最後に一つの言葉を改めて紹介して終わりにしたいと思います。石原恒和はポケモンをこう定義しました。閉じられていない商品。ゲームはアニメになり、アニメは映画になり、映画はカードゲームになり、そして30年後の今も新作ゲームが発表され続けている。ポケモンは決して閉じることはありません。そしてアニポケもまた閉じないのです。久保正和が設計し、手動武が魂を入れ、湯山邦彦が映像にする。そして OLM が支え、大谷育英が声を与え、何百人もの名もなきクリエイターたちが毎週毎週バトンをつないできた。この閉じられていない物語は、2026年の30周年を迎えた今も、新しいページを書き続けています。それではまた近いうちに。